私は中西珍松園5代目の中西洋一でございます。よろしくお願いします。中西珍松園の歴史は、私で5代目ですので、もう約130年以上の、歴史があります。盆栽を継ごうと思ったのは、家業というのもあったんですけど、もう小さな時から家の中また周りにたくさんの盆栽に囲まれてたっていうのがやっぱ大きいと思いますよね。自然に盆栽を好きになっていったのかなと思いますけどね。この高松が盆栽で有名なのは黒松の産地として非常に有名なんですけれども、日本の中で約 80% 以上の、今生産を誇っているところになってます。やっぱり黒松は暖かいとこが非常に育ちやすいので、この瀬戸内地に面したこの黒松に適した気候が、培養するには非常に適したと思います。剪定の道具としたらもう本当にハサミがもう中心となっていますよね。もうこれ一つで盆栽の形を整えていくっていうのが基本だと思います。あと枝を切っていく枝切りっていうのもあるんですけど、こういった分かりづらいかもしれないですけど、こう先が丸くなった枝切り、これで枝を切ってこう樹形を整えていく。これはまっすぐしたこう枝切りっていうこういったのを使いながら盆栽を自然の樹齢に整えていくっていう作業で使いますよね。あとどうしてもやっぱりこう盆栽の中小さな世界に凝縮盆栽の形してますから、自然界では雪の重さとか枝の重さでこう枝がこう降りていくんですよね。それを表現するために針金かけっていって針金を使って盆栽の自然の姿に整えていきます。ワークショップをこれから主に取り入れて、もう盆栽に触れる機会が皆さんなかなかね今は少なくなったんで、もう体験を通じて盆栽に触れていただくっていう、時間を作ってみようかなと思ってます。やっぱりこう盆栽と向き合う時間っていうのは非常に、大事になってきます。特に夏はもう水かけを2回、昼に1回夕方に1回と、ある程度こうゆとりのある時間がある方が趣味として昔からやっていた都合で年配の方が多かったですけど、今はこうちっちゃい盆栽、可愛い盆栽があるんですけど、そういったのを楽しむ若い方も徐々に増えてきましたね。ここに飾っている盆栽の樹齢で言いますと、もう約樹齢100年以上になりますね。ですからもう私のひいじいちゃんがじいちゃんの時代からずっと受け継いで今僕が管理していますけど、こういったのは未生の時もありますし、先ほど説明した山取りっていう山から盆栽に適した素材を分けていただいて盆栽として仕立てていくっていう。ですから山の樹齢も数えてもう100年以上は経つと思いますよね。盆栽職人っていうのは盆栽って僕らより長生きするというか、歴史がずっと樹齢でいうともう500年っていう盆栽もあります。その盆栽の大事な歴史の1ページに携わっていくっていう大切さ、次の代に盆栽をまた引き継いでいくっていう、それの役目を担っているって思いますよ。